ハリミコ、満身創痍、エクストラステージ、テルよ。東宝プロジェクトには東宝ならではの用語が数多く存在します。シューティングゲームだったり古くからニコニコで親しまれていることから、その専門用語の数は数えきれないほどあるぜ。今回はそんな中でも2023年東宝プロジェクト初心者さん復帰勢さんが必ず押さえるべき用語をまとめてきたので一緒に学んでいきましょう。東宝に詳しい方は復習にもなるはずなので見ていってくれ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに、東宝プロジェクトシューティングゲーム類で使われる用語を紹介していきますよ。東宝プロジェクトは難しい単語が多いからよろしく頼むよ。まずはじめに紹介するのは、スペカ。こちらはスペルカードの役のことだぜ。これは東宝作品の各キャラを特徴づける特殊な弾幕攻撃のことです。簡単に言うとキャラ特有の必殺技。この設定ができたのは東宝高魔教からのため、いわゆる東宝旧作においてスペルカードは存在しないんだ。カエイ塚ではカードアタックとして C2、C3、ボスアタックの3種類のスペルカードを各キャラ持っていますよ。なぜか C2 と C3 の名前が一緒のキャラが多いのです。そして2つ目は霊力アップアイテム、通称 P アイテム赤アイテムと言われていますよ。プレイヤーキャラのパワーが 0.01 増加するんだ。パワー最大時に取ると特典アイテムと同じ効果になるんだぜ。P アイテムを取るとパワーの値が増え、一定以上の値になると時期の攻撃がパワーアップ。精錬戦以降では霊力という呼び方になったけど、古参の方は P アイテムと使う人もいるな。二次創作ではどこかで戦闘があってもパワーアップアイテムを数個持参して遊びに行くという設定を持つラルバが持っていることが多いですね。三つ目は特典アイテム、通称点アイテム青アイテム。画面上部で取るほど点数が高くなります。自動回収の時は必ず最大得点になりますよ。どちらも二次創作の東宝ゲームで登場することが多いから覚えておこう。4つ目は、ボム。要はスペルカードのことだよな。霊撃ともいい呼び方が違うのですが意味は同じ。暗いボムというのがあり、敵弾に当たるとほぼ同時にボムを使うとこれができ、そのことを暗いボムと言います。バスケでいうところのブザービートですね。5つ目は、札弾。霊夢戦でよく見かける弾で、どこにそんなにも隠し持っているのか気になります。やたらと一気に大量に発射してくるのが基本ですね。前回の科学の授業で異変で使うお札の枚数とその金額がとんでもなかったよな。霊夢の金銭感覚について気になる方はこちらを見るといいぜ。そして6つ目はホーミング。発射された後、標的を追尾するように移動する弾のことだぜ。障害物などに遮られたり、標的が画面外に出たりしない限り必ず標的に命中します。霊夢のホーミングアミュレットという装備名で使われるのが基本ですね。またホーミング弾があまりにもでかいことから座布団とも呼ばれているぞ。ミコさんそれ破狂気すぎるのですが、ちなみにヨーヨームの昨夜もホーミングでスペルカード所持数も多くバリバリの強さでした。なんといってもその時のオプションがマジカル昨夜チャンスターだもんな。マジカル昨夜チャンスターはゲーム部門ラストで紹介するのでお楽しみに。7つ目は、レーザー。マリサはもちろん鋭気で見られる弾だよな。針状のものの他に、形の違うものが数種類あります。マリサはやたらと大量の、鋭気はぶっといレーザーを飛ばしてくるので有名ですね。8つ目はマスパ。こちらはコイフマスタースパークの省略した呼び方だぜ。マリサの所有するミニ8ケロから極太のレーザーを放ちますよ。このマスパを放つときは8ケロを使用して放つので注意。これを使わなかったらほぼカメハメハになっちゃいます。そして9つ目は気合よけ。その場の判断だけで回避が困難な弾幕を気合で避けること。ちなみにカエイ塚はランダム弾が多く気合避けに頼らないといけない場面もしばしばあります。小町の銭玉には苦しまれました。またガチ酒、ス酒、アチョウ酒とも呼ばれるぜ。主に STG で用いられる場合が多いですね。10個目は、残機。こちらはもちろん残っている時期の数のことだぜ。ゲームオーバーまでにミスできる残り回数ですね。残機が0でミスすると、ゲームオーバーになるんだ。カエイ塚のストーリーモードでは負け犬と呼ばれます。二次創作では、心の残機が0とかコーラの残機が0など多種多様で使うことが多く、めちゃくちゃ使われる単語ですので覚えておきましょう。11個目は、キチューン。東宝プロジェクトにおいて時期が被弾した際の効果音を模した表現。ネット上では死亡死んだの意味で用いられる場合があるな。ガチャで爆死してキチュった、といったようにキチュルという使い方もありますよ。ちなみにモンストの2023年新年がガチャが役もだったので欲しかったんですが、ガチャでピチュりました。モンストの方でも若々しくて好きです。12個目は、満身創痍。東宝プロジェクトにおけるゲームオーバーのことだぜ。非常に使われる単語で、こちらは東宝風神録以降で採用されていますね。意味としては、全身傷だらけであること、転じて、手ひどく痛めつけられていること、二次創作では先ほど紹介したキチューンに合わせて使われることが多いですね。ボロ絵でセクシーなポーズを決めて満身創痍という文字を上につけるのが鉄板だな。13個目は、宴会エンド。宴会エンドとは東宝シリーズをクリアした時に見られるエンディングのことだぜ。東宝プロジェクトシリーズでは、エンディングが宴会のシーンであることからこのように呼ばれていますよ。宴会エンドでない高魔教などもありますが、基本的には人間と妖怪が同じ縁で酒を酌み交わすのが東宝のエンディングには多く、人も妖怪も今を楽しみ、それぞれを思うというテーマの表れでもありますね。
あの狂気な弾幕でピチュリ、何回も満身創痍になってもコンティニューして、やっとの思いで宴会エンドにたどり着いた時は勝ち組気分で最高ですよ。日本のような用語の使い方。ちなみに映画ショーエンディングでは、杯に月を移し飲み込むことが月見酒であるという話や、宴会と信仰の関わりなどの風神録などのエンディングもあり、弾幕ごっこで勝負はしても最後は勝ちも負けもなく、交わったみんなで酒を飲んで全てを飲み込んでしまうという流れでもあるぜ。宴会エンドのない作品でも作中に酒の話があったり、宴会の話を軸としている睡夢荘などもありますね。東宝と宴会が切っても切れないのは作者である神主の酒好きから来ていると思われますよ。14個目は EX ステージ。こちらは東宝用語の中でも有名で、トップクラスで使われる単語です。EX はノーコンティニューなどの特定の条件を満たしてクリアすると出現する隠しステージのことだぜ。そういえば EX ステージの難易度的にはどうなの？ EX ステージはノーマルステージに比べると、やや難しい程度の難易度設定といった感じですね。パターンを組むことができれば、ノーマルシューターでも十分にクリア可能となってはいますが、そもそも作品によってはイージーやノーマルでも鬼畜なものもあります。と言っても、EX ステージは、ルーナティックステージやハードステージに比べると優しい難易度設定になっているということだな。15個目は、ルナティック。ルナティックとは、狂気のという意味。西洋では古くから月が人を狂わすと信じられてきました。そのため、月ラナによって狂った人間をルーナティックと呼ぶようになったのです。東宝プロジェクトは月と関係する話が多いからぴったりの単語だな。そのため非常に使われることが多いので、覚えておきましょう。ちなみに難易度は最大のようだが、どれだけ難しいんだ？ルナティックでクリアするためにはプレイ時間目安は200から300時間かかるとされていますよ。うわぁ、ガチでやり込まないとダメってことか。極めて早い場合200時間、遅くとも1000時間以内だそうですね。ルナティッククリアできている人の瞬発力測ってみたいぜ。ということで16個目はポンデリングです。ポンデリングというと、ミスタードーナツの定番ドーナツなんだが、風神録の文通常や諏訪大戦で出てくる商談の塊がそっくりでそう言われるんだ。商談の塊なので、なかなかめり込むのが難しい場合が多いですね。大玉と同じ感覚で避けると非常に被弾しやすいので要注意ですよ。二次創作なら東宝 M1 グランプリの、ポンデリング J もおそらくこのことから来ていると思われますよ。それではゲーム部門16個目ラストの用語は、マジカル昨夜チャンスター。これは先ほどマリサさんが言ったように、療養無の昨夜のオプションのことを指します。いざよい昨夜といえば、完全で瀟洒な従者としてクールビューティーなイメージが強いんだが、この丸い玉に星マークという、魔法少女が持ってるアイテムのようなファンシーなものを使っているというギャップからネタ化したものなんだ。特に河川の部屋というニコニコでネタ化された動画が注目されて、かなり流行ったんだよな。私の心の闇が作り出した物体派最高に笑いました。ちなみに昨夜が時期となった映画ショーや海江塚ではなんと、マジカル昨夜チャンスターは残念ながら見られませんね。実はマジカル昨夜チャンスターはボーカルの曲でも使われているものもあるぜ。マジかそれは知らんかったわ。月と時計の使者、マジカル昨夜って言うんだけど、ちゃんと変身するセリフなどあってすごいよ。まさか作りませんよね？後で教えてもらおう。マジカル昨夜チャンスターが有名になった、河川の部屋は本当に面白いので皆さんも見てみてくださいね。それではここからは、キャラクターの用語について紹介していきますよ。まずはじめに紹介するのはマルキュー。これは知らない人はいないと言っても過言ではないな。チルノを指すのに使われる用語だよね。ただしチルノといえば、マルキューだって聞いたことはあるけど、意味は何なの？って思う方もいるでしょう。これは、海江塚のマニュアルの画面説明で1、2などと番号を割り振って 1.1p プレイヤーに現在のスコアといったように説明している中、チルノのところはマルキューと割り振られ、その説明は9、バカと書かれていたのです。これによって、チルノがおバカちゃんであることが公式設定で認められてしまい、それからはマルキューもあだ名愛称として定着したのです。これはあまりにもインパクトあるネーミングでかなり認知度が高いよね。ただし、妖精全般がそうだったりするので注意してくださいね。また、用語というか名言かもしれませんが、チルノといえば与えったら最強ね。もう有名ですね。これは、東方海江塚でのマッチモードにおけるチルノ同キャラ対戦時、勝利したチルノが言う一言なんですよ。そういえば、与えったら最強ねについては知らんかったわ。二つ目はマリサは大変なものを盗んでいきました。です。確かにこの用語はよく聞くよ。マリサは大変なものを盗んでいきましたは、同人サークルイオシスさんがアレンジし、藤崎かりんさんが歌う東宝プロジェクトアレンジ楽曲の名前が元ネタです。またこの題名の元ネタはルパン三世カリオストロの城で銭形警部が放った有名なセリフ奴はとんでもないものを盗んでいきましたから来ていますね。マリサは盗み癖が強いことからルパン三世を元ネタにされたんだろうな。また足として、マリサに大変な役で箱にされましたがあります。
マリサに大変な役で箱にされましたとは、イオシスさんの CD 東宝エージャン法の隠しトラックに収録された東宝アレンジ楽曲です。こちらは先ほど紹介した東宝アレンジ CD、東宝乙女林に収録されているマリサは大変なものを盗んでいきましたのセルフリミックス版となっていますよ。へえ、別のバージョンもあったなんて知らんかった。これを使ってマリサは大事なものを盗まれました。みたいなアレンジで使われる場合がありますよ。これは色々楽しめそうな用語です。3つ目はキモケイネ。これもかなり有名な用語だよ。これはケイネが白濁化の時の別名。キモケイネ気持ち悪いケイネと理解している人が多いんだがそれは間違いなんだ。そう、正しくは、肝試しプラスケイネキモケイネが正解です。これは白濁化ケイネが登場するエイヤショーのエクストラステージのストーリーが肝試しだったことから来ているんだよな。キモケイネは帽子が取れて、代わりに長さの比が合っていない2本の角が生えます。そして左角には、ファンからはルーミアから奪ったリボンをつけていると言っている方もいますね。寺子屋で没収しました。4つ目は黒幕。こちらの意味は東方ヨーヨー無一面ボスである、レキホワイトロックのことだぜ。いざよい作やプレイ時のセリフ、黒幕のインパクトの強さから、黒幕というあだ名がつきました。これで人妻属性なんだから可愛すぎるね。メタ的なネタを自分から言っているレキのお茶目さがわかりますね。5つ目はかなりニッチですが、ニトリペプシ。何それ？全然知らないぜ。こちらは期間限定販売されていた、ペプシアイスキューカンバーのことです。名前の通り、キュウリ風味に仕上げたコーラ飲料。キュウリ風味に仕上げたコーラなんてあったのか。他にもニトリ汁、ニトリドリンク、ペプシニトリ、ニプシ、ニトリプッシー等様々な呼び名がありました。味そのものはそこまで悪くないのですが、匂いは化学薬品系の味だったとか。それ確実にニトリが開発したものじゃん。6つ目は新山ホイホイ。新山ホイホイとは、いかにも大衆受けしそうなあざとい容姿などによって、新たにそのジャンルへ参入する人、つまり新山を呼び寄せてくれるキャラクターのことを指していますよ。こちらは特にウサギの冷戦うどん芸人稲葉を指すことが多いですね。うさ耳プラスブレザーという狙いすぎな外見や暴動画の影響などで、東宝をよく知らない人たちが大量流入したのがこう呼ばれるようになった原因と思われます。確かに前回のみんなの推しキャラ好きになった理由まとめでも、あのあざといキャラデザインが好きと言っている人が多かったもんな。また冷戦以降はコチやサナエや火炎病輪、場合によっては社名丸あやも新山ホイホイとされているとか。7つ目は、青レイム。これはレイムの 2P カラーのことで超有名だよね。東宝ロスワの青レイムが最強すぎて有名になりました。ちなみに貝塚ではほぼ全てのキャラにおいて 1P カラー 2P カラーで弾の色は変わらないのですが、なぜか青レイムだけエクストラ攻撃の色が違うのです。そんな裏設定が存在していたんだ。東宝飛装店での 2P カラーは黒色に変更されました。そして東宝飛装店側からは再び青レイムが復活していますよ。8つ目は白帝と黒帝。白帝は帝の通常カラーで、主に黒帝に対してこう呼ばれています。白派と黒派の派閥争いは有名だったようだ。だけど白帝派実際に波動を見てもピンクだと思うんだが、そこは目をつぶった方がみんな幸せでしょう。そして黒帝はもちろん 2P カラーのことです。情報によれば貝塚で一番人気だったとされる 2P カラーなようですよ。帝道キャラ戦における 2P カラー取りの争いは熾烈を極めていたそうな。二次創作でもたびたび黒帝を使っている人を見かけますが、さらにメスが期間が増したり、なぜか胸が豊かになったりしますので気になる方は見てみてください。9つ目はリリー&リリーブラック。リリーは東方ヨーヨー無4面中ボスの春を告げる妖精リリーホワイトのこと。いろんな作品の道中で弾幕をばらまくことでおなじみのキャラですね。貝塚では試合が均衡した時に出現し大量の弾をばらまいていきます。撃破することで各種アイテムを落としていくんだが、キャラによって撃破しやすさに大きな差があり一部キャラでの撃破は困難なことも。そして式駅のステージに限り黒い服のリリーが出現し、通称リリーブラックと呼ばれています。ちなみに闇落ちでもなければ、強化されたリリーでもなく、ただ単にコスプレしているだけのようだ。頭の中春ですよ。10個目はハリミコ。意味としては夢符装備のレイムを指します。夢符のショットパスウェイジョンニードルにするとハリになります。ホーミングレイムも強いけど、作品の場合によってはハリミコの方が強いと言われる作品もたくさんあるよな。ちなみに針の長さは東方茨河線で確認できるのですが、まさにイラストぐらいの短めのレイピア並みのデカさとなっています。ミコさんさすがに狂気すぎませんか？ 11個目はレザマリ。レーザーマリサの役だぜ。レザマリとは、STG における貫通型コイフマリサのことです。要は、レーザー装備のマリサのことで、マスパもこのマリサが使いますよ。またビートマリオさんのボーカル曲であるレザマリでも辛くないは超有名ですよね。おそらく意味としては、レーザー装備マリサは自分の直線上にしか攻撃できないので使いにくく、それを自落した曲名なんだと思われるぜ。12個目はリグルキック。エイヤショー一面で登場する際、流れてくるアイテムを取ろうと画面上部に自キャラを操作し、そこへちょうどリグルがやってきてぶつかってきて、被弾しやすいことから名付けられました。たまにケフ、リグルキックなどと呼ばれるんだがスペルカードではないので注意。またリグルはホタルの妖怪なんですが、虫つながりでバッタをイメージした仮面ライダーとの相性も抜群なことからライダーキックのイラストがたびたび見られますよ。ロスワのみ実装リグルは完全に意識されているもので楽しみすぎます。13個目は東
東方五大老、東方プロジェクトの二次設定でねネタとして一部で扱われることのある登場キャラクターの5名のことを指したり、またはそのグループ名だったりします。メンバーは西洋寺ゆゆ子、八雲ゆかり、矢心栄林、八坂かな子、聖白蓮。最高に好きなメンバーたちです。彼女たちは実際にかなり年齢は高く、八雲ゆかり、1200歳以上、西洋寺ゆゆ子、10代で死んでいるためそれ以上は年を取らないのですが、月面戦争に参加していたようで、1000年以上亡霊をやっています。矢心栄林、驚愕の数億歳ほど、八坂かな子、180万歳以上、聖白蓮、1000歳以上でもともとおばあちゃん。少女キャラが多い東方プロジェクトでは、少し大人っぽいこの五大老はインパクト絶大で好きだぜ。若い者には負けずと、若作りしているような二次創作が大好物です。ちなみに元々の五大老は、安土、桃山時代の豊臣政権下で豊臣秀吉に次ぐ権力を持っていた、徳川家康、前田利家、毛利輝元、浮田秀家、上杉景勝の委任の有力大名のことを指しているんだぜ。ちなみに、原作者のズン氏は、東方プロジェクトに登場する女性の全員を少女としているので、あくまでもファンの呼称だということをご理解ください。14個目は少女集、幻想郷最古参の妖怪である八雲ゆかりから発生する香りのことです。矛盾が面白すぎる。先ほどの五大老の代表者として使われる場合が多いよな。また年齢的にちょうどいい17歳を使われることもありますね。下手なこと言うと隙間送りにされるので注意されたし、15個目は脇巫女。これは言うことがないほど有名。特に私の動画を見てくれている方なら詳しいですね。保険の授業ばっかりやってるもんね。白霊神社の巫女であり、かつ脇を露出する服を着ているため脇プラス巫女を合わせてこう呼ばれます。でも時々脇巫女っているぜ。詳しくは際どい衣装キャラについてで紹介しているので見てみてくださいね。16個目はキャナコ。こちらはかなこ様の服装がまず変わっていて、腰にしめ縄というものをつけていて、戦闘時に御柱をガシャンと装備したところがあまりにもガンキャノンを彷彿とさせたのでかなこ自身のアダ名みたいなのがプレイヤーの間で使われますね。またガンキャノンとかスターゲイザーとかグランドガンダムと呼ばれます。最高に活かしていますぜ。17個目は、テルヨです。テルヨというは、東方プロジェクト3作品目の A や小6面 B6 ボスである蓬莱山かぐやの相性みたいなものです。読み替えによる相性なんですが、特にニートネタの関わる場合には別称に近いニュアンスで用いられることもあるので、使用する場面には気をつけましょう。文字入力でミクロソフトオフィス IME2007 を使っている場合、変換の際かぐやではどうやってもかぐやにならなかったそうだ。しかしテルヨで変換した場合、変換範囲を変更すればかぐやと変換することが可能だったようだ。このことも踏まえて、かぐやがテルヨと呼ばれるゆえんになっているということですね。東方あるあるの面白い歴史ですよ。18個目はおゼウ様、レミリア・スカーレットの相性の一つ。単にお嬢様とした場合、東方以外も含め様々なお嬢様キャラが該当してしまうのですが、おゼウ様とした場合ほぼ間違いなくレミリアのことを意味しています。基本的には、レミリアを書いた作品の中でも特に、威厳のかけらもないいわゆるカリスマブレイク。かつてはレミリアがカリスマ性を失っている際に使われていた呼称だったようだ。それから時代が流れ、可愛らしいレミリアに対して使われるようになった用語ですね。19個目はアラブルグリコのポーズ。こちらはコメージ小石が弾幕を放つ時のドット絵のポーズがグリコのパッケージイラストに似ていることからこの名がつきました。元々の立ち絵から片足を上げて道頓堀のグリコのポーズにそっくりだもんね。ちなみにグリコのポーズは、江崎グリコの創業者がキャラメルのグリコを考えた時に、製品と同時に、美味しさと健康を表す名前やマークについても考えていたんだが、ちょうどそうした時に、子供がかけっこをしてゴールインする姿を見て、これだとひらめいたのがゴールインマークだそうだ。笑顔ですけどちょっとポーカーフェイスなところもそっくり。もちろん無意識で起きたことでしょう。ラスト20個目はパッド調。スイムソーでの昨夜の胸が大きく、その他の作品はバストサイズが落ち着いたことから名付けられた用語です。このことからパッドとしか考えられないので、昨夜はパッドを利用していると噂に、と言っても実際にはスイムソーハズン氏が描いた絵じゃないので、胸が豊かになってしまったというのが正しいですね。ズン氏は漫画やゲームシステムはコラボさんに任せることが多いので、特に指示はなく、担当の絵師さんによってそうなったのは間違いないでしょう。それにしてもパッド調やマジカル作やチャンスターなんて用語よく思いついたぜ。さすがは古くからニコニコに親しまれているだけあってか、どれも天才的なネーミングセンスをしていますね。さて以上が東方プロジェクトの用語集でした。東方の歴史も知れてめちゃくちゃ面白かったよ。次回は東方キャラの相性なんかも面白そうですね。うどんげ、ミョン、焼き鳥、ケーキとか色々あるからそれも面白そうだな。視聴者さんは実際は昨夜は胸が豊かであると思った方は高評価を、パッドだと思う方はその理由をコメントで教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。